Good morning. おはようございます。Well, folks, it is now December and it is time for Christmas season. 皆さん、12月ですね。クリスマスの時期です。And this is, I'm excited for today because we're actually getting to start a new sermon series at the church. 今日からこの教会で新しいメッセージのシリーズが始まるので、私も本当にウキウキしています。We are going to start a new series on the Gospel of Matthew. 私たちは今週からマタイの福音書のシリーズを始めていきたいと思っています。And it's a long book. そしてこのマタイの福音書というのは結構長い本ですよね。If you've been here for the past few weeks, we've been studying about the life of David. He was a king in the Old Testament. この教会にしばらく通っている方ならご存知だと思うんですけれども、先週までは私たちしばらく時間をかけてダビデのシリーズをずっと学んできました。And Jesus comes from the line and the lineage of King David. そしてイエス・キリストはこのダビデ王の家系から、その血脈から生まれてきたんです。And the Gospel of Matthew is the gospel that talks about all the time how Jesus is God's son of David, the descendant of David. でこのマタイの福音書というのは、そのマタイの福音書の本全体を通してイエス・キリストがどのような人なのか、特にこのダビデの末としてどのような王であるのかということについて語っています。And so if you have a Bible, we like to study the Bible here, so take it out and you can open it up to the Gospel of Matthew. We'll be in chapter 1. なので、お手元に聖書がある方、これから聖書から学んでいきますので、ぜひ一緒に開いてください。新約聖書の一番初め、マタイの福音書の一章です。And I'm excited about the text for today. I'm excited for today's text. そして今日の聖書箇所にすごくワクワクしていま It's す。one of those texts where if you're reading it by yourself, you usually try to read it really fast because it's the genealogy of Jesus. なぜかというとですね、これから読むところは、もしご自分一人でいつも聖書を読まれる方だったら、多分超早送りで目をさーって過ごしちゃうようなところだからです。And so today I've asked Yuka to read it in Japanese, and if you're an English speaker, it will be on the screens. これから日本語で私が読みます。英語の方はスクリーンに出るので、それを目で追っていただければと思います。So let's listen. それでは読んでいきます。マタイの福音書。マタイの福音書一章の一節から、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミダナブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジアが生まれ、ウジアにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、
アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃にエコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリヤキムが生まれ、エリヤキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。Isn't that a nice text for today? 今日の箇所はここなんですけれども、素敵な箇所ですよね。Does anybody else want to preach on that text? ここからメッセージしたい方いらっしゃいますか？ I love this text. この場所、私は実はとても好きなんです。How many of your minds started wandering during the reading of all of those different names? これをご自身で読まれたときに、何回自分の頭が読みながらどっか別のとこ行っちゃったってことがあったりします。本当にそれを簡単にもうついついそうなっちゃうんですよね。This person gave birth to this person gave birth to this person gave birth to this. この後この人にこの人が生まれてこの人にこの人が生まれて。I mean, they say if you're a writer or if you're a speaker, you're supposed to start with something that's like going to grab people's attention. でもしあなたが書き物をする人だったりだとか、こうやって講演をする人だったら、もうちょっとなんか人の注意喚起できるような、人の注目を集められるところから始めなさいって言われると思うんですよね。So why in the world does Matthew start with a list of names? なのに、じゃあ一体全体、マタイはどうしてこんなただ名前の羅列からこの書を始めたんでしょうか？ Well, Matthew was one of the disciples of Jesus. マタイはイエスの弟子の一人でした。And he was Jewish. そして彼はユダヤ人でした。And he was writing to a Jewish audience. そして彼はユダヤ人である自分からユダヤ人の聴衆へと語りかけるためにこれを書いています。And the Jewish people, they loved genealogies. そしてユダヤ人っていうのはこういう家系図が大好きなんだそうです。You put yourself back a long time ago, not now, but like 2,000 years ago in the time of Jesus. ちょっと今から自分自身を2000年前の時代に置いてみてください。ちょっと想像してくだ There's さい。 no electricity, イエス様の時代には電気は当然ありま no せん。 Facebook. Facebook もありません。 You didn't go to movies or watch TV. テレビを見ることもできなければ映画を見に行くこともできませ At ん。 night, people would sit around, they would sit around a fire, and they would tell stories about their ancestors. なので人々は夜になったら焚き火の周りに焚き火を囲んで座って、そこで先祖たちの話を聞くんです。 Because who you are and where you came from, it gave you a sense of your identity. あなたがどういう先祖を持っていてどこから来ているのかっていうのはあなたにアイデンティティを与えるからです。 Scholars say that even to this day, there are people in the Middle East, and they can go back and they can recite the names of their ancestors going back centuries. で学者によるとですね、今この時この時代にあっても中東の人々の中には自分の先祖を何世紀も暗記でたどれる人たちっていうのが実際いるんだそうです。 These genealogies, they were very important. なので彼らにとってこの家系というのはとても大切なものでした。 Back then, it was also an oral culture. It wasn't a written culture. It was an oral culture. そしてまた彼らの文化というのは文字で表記するものではなかったんですね。口頭で伝える文化でした。 And so, for the most part, they didn't have like written records of your genealogies. And so you had to know where you came from to establish financial and legal status often. なので書かれた家系図もなければその書類もないので、自分の法的なもしくは経済的な証明をするために自分の家系を言えるっていうのはとても重要なことでした。 And so it may be strange for us to see a book that starts off with just this long list of names, but it would not have been surprising at all for Matthew to do this. なので私たちが今この時代でこのただの名前の羅列を見るとなんだこれはと思うんですけれども、この時代マタイが書くこのことは決して不自然なことではなかったんですね。But what would have been surprising is the names, some of the names that Matthew includes in this genealogy.
けれども驚かされるのはその名前の羅列で始まったということではなくて、そこに含まれている名前自体です。この名前のマタイがこの家系図の中に含んだ名前がちょっとびっくりなんですね。In that day, if you were writing a genealogy, do you think that people would highlight the names of the males, the fathers, or the females, the mothers? でこの時代にあって、もしあなたが家系図を書くとしたら、あなたは誰の名前を書くでしょうか。それはお父さんの名前ですか、それともお母さんの名前ですか、男性ですか、女性ですか。It was the men. この時代は男性でした。It was the men, not the women, who established bloodlines. でこの家系というものをつなぐのは、その時代は男性のみだったんです。Do you think it would make sense if you're going to write a genealogy? Because you didn't include every name necessarily. So if you're going to pick a few names to include in the genealogy, would you include respectable, honorable people or scandalous people? なのでそういうふうにもし家系図を書いていくとしたら、そこにあなたはどんな名前を書き加えるでしょうか。全ての人の名前を書く必要がないとしたら、やっぱり尊敬されてた偉大な人とかよく知られてた人を書くんじゃないでしょうか。So Matthew, he starts and he lists all these names and he starts with Abraham and Isaac and Jacob and Judah. でやっぱりマタイもそうやって始めるんですよね。まずアブラハムからこれ始まっています。アブラハム、イサク、ヤコブにユダ。That's all to be expected. この辺はもう納得ですよね。それが書 These か are れている、ね。 very important, influential men in history. 彼らは歴史上の中でとても重要な、そしてとても影響力のある男性たちでした。But then he says this in verse 3. けれどもそこから突然マタイは3節でこんなふうに言うんです。Judah fathered Perez and Zerah by Tamar. ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ。Tamar is a woman. このタマルというのは女性です。And she's not just any woman. そしてただの女性ではありません。Do you guys know the story of Tamar? このタマルの、物語を知ってい If る you 方い don't, ま if す you don't か。 know, it's found in the book of Genesis, chapter 38. もし知らない方いらっしゃいましたら、このタマルの物語は創世記の38章に書いてあります。Tamar was from a pagan nation. She was not part of God's people. タマルはもともと異邦人の出で、この神の民であるイスラエルに属さない人でした。And she is a widow. Her husband has died. そして彼女はまた未亡人でした。彼女の夫は死んでいました。So she's from a pagan nation and she's a widow. And so she disguises herself as a prostitute. 彼女は異邦人であり、さらに未亡人であって、で自分自身を娼婦の格好で変装してたんですね。And she does that until her father-in-law passes by. なぜ彼女はそうしたかっていうと、彼女の義理の父が自分の前を通るのをその娼婦の格好をして待っていたんです。And of course, the father-in-law should not sleep with a prostitute. もちろんその彼女の義父、義理のお父さんは娼婦と寝るべきではないです And よ of ね。 course, even more than that, he should not sleep with the widow of his son. そしてさらにもちろん彼は知らないかもしれないんですけど、自分の息子の未亡人になった妻、つまり自分の義理の娘と寝ることもまた当然してはならないことだと But 思いま it's す。 dark, she veils herself, and he sleeps with her. けれどもその時はとても暗くって、このタマル自身も自分をベールで覆っていたので、この義理の父は気づかずにタマルと寝ました。 And Tamar gets pregnant. そしてタマルはそこで妊娠をしたんです。 And when Judah, the man who got her pregnant, finds out that the wife of his son who was killed is pregnant, he's going to have her killed. でこのユダは、タマルと寝たんですけれども、自分の息子の、嫁、自分の殺された息子の嫁が妊娠しているという知らせを聞いて、ものすごく怒って彼女を殺そうとします。 And as she's being brought out to be killed, she has proof with her that Judah is the very person who is the father of this baby. そして彼女、タマルは殺されるために引き出されてくるんですけれども、そこで彼女は自分自身を妊娠させたのは実際はこの
ユダ、自分を今殺そうとしている人だっていうことを証明することができたんです。And so when he realizes he's confronted with his sin, he stops the execution and he repents. そこでユダはそれに気づいて自分の罪に対して罪を目の前に突きつけられて、そのタマルの処刑を中止し、そして悔い改めをしました。They never told me that story in kids class when I was growing up. 私は教会で育ったんですけれども、この話は決してキッズクラスで教えられていませんで But した。 that's in the Bible. けれどもちゃんと聖書に書かれています。 And that lady named Tamar, she goes on and she gives birth to twins. そしてこのタマルという女性はさらにその破産史が進んでいって2人の男の子を産みます。 And 双子でした。 one of the babies reaches his hand out during birth, and a midwife ties a scarlet thread or a scarlet cord around his wrist because it was important to know who is the firstborn. そしてそのお産の時に双子のうちの一人がお母さんの中から手を出したんですね。でこの助産婦、そのお産を助けていた助産婦は出てきた手に赤い糸を結んだんです。この時代においてどちらが先に生まれたのか、長子の権限、一番初めに生まれたものをきちんと記録しておくということはとても大切なことでした。That scarlet cord, that's going to be a reminder that there's a blessing, there's an inheritance that's being passed down. でこの赤い紐、手首に巻かれた赤い紐というのは、そこにずっと先祖から伝わっているこの祝福がある、こうして渡されてきているものがあるというそのリマインダー、それを思い出させるものだったんです。 And so when Matthew begins to write this genealogy of Jesus, the Savior of the world, he includes a pagan woman who dresses up like a prostitute. What's he doing? なのでこうやって読んでいくと、マタイはこの救い主であるイエス・キリストが生まれるその家系図に、この異邦人の未亡人の娼婦の格好をした女性を名前に入れてるんですよね。 It's not who you think should be included. 一体マタイは何を考えているんでしょうか。この名前っていうのはこの家系図に本当は載るべきではない名前なんです。 But he goes on. け Verse れども 5. マタイはさらに続けます。 In verse 5, he says that a guy named Salmon fathered Boaz by a lady named Rahab. 5節、サルモンにラハブによってボアズが生まれ。If you don't know Rahab, it's another great story. このラハブご存知ない方いらっしゃいましたら、これもまた旧約聖書にある素晴らしい物語の一つです。She is another pagan, 彼女はまた異邦人でありました。 and she lives in the city of Jericho. そしてエリコという町に住んでいました。 And Rahab, she doesn't just dress up like she's a prostitute one day. She actually is a prostitute. そしてラハブっていうのは娼婦の格好をした人ではなくて、娼婦そのものだったんです。彼女は娼婦でした。 But God promises his people that they are going to take hold of the land, the city of Jericho. けれども神様はイスラエルの民にこのエリコの町、このエリコの土地を彼らに渡すと約束されていました。 And so God sends spies into the city of Jericho. なのでイスラエルの人たちはこのエリコの町にスパイを送ったんですね。 And they go into the house of Rahab, the prostitute. そしてこのラハブの住んでいる家に彼らは行きました。 And when soldiers come to kill those spies, Rahab risks her life to save the spies that God sent. そしてこのスパイたちがラハブの家にいるときにエリコの兵士が来てこのスパイを殺そうとしたんですね。この時にラハブは自分の命をかけて神様が送ったこのスパイの人たちを守ったんです。 Rahab saves these spies sent by God. この神から送られたスパイたちをラハブは自分の命で守ったんです。 And so they say, because of what you have done for us, we're going to come back and we're going to take this city. But when we do, tie a scarlet cord outside of your window so that we know to pass by this house. けれどもその後に彼らは言うんですね。あなたのおかげで助かった。私たちはここに戻ってきてこの町を攻め滅ぼすけれども、私たちがそれをするときにあなたはこの赤い紐を窓につけておきなさい。そしたら私たちはあなたを助けるだろう。 When we see that scarlet cord hanging down, that will be a sign to us and you will be saved. この赤い紐が窓に垂れ下がっている、それが
私たちにとっての印となってあなたは救われるだろう。 So again, Matthew is writing this genealogy, and he includes this woman who you would have never thought he should have included. なのでこのような形でまたマタイはこの家系図の中に彼が本当は書くべきではない含むべきではない名前を書いています。 Another person he includes, it says in verse 5, says that Boaz fathered Obed by Ruth. そしてさらにボアズにルツによってオベデが生まれというふうに書いてあります。 Ruth was another woman. ルツもまた女性です。 And not only a pagan woman, she was from a land called Moab. 彼女は異邦人でしたが、ただ異邦人なだけでありませんでした。モアブ人だったんです。Moabs were the product of an incestuous relationship. モアブというこの部族は近親相関によって生まれた部族だというふうに見なされていました。 And people from Moab were considered incredibly unclean. なのでこのイスラエルの人たちにとってこのモアブ人っていうのはものすごく汚れた人というふうに見なされていたん In です。 fact, in the Old Testament, it says this. It says that no Moabite may enter the Lord's assembly, none of their descendants, even to the 10th generation, may ever enter the Lord's assembly. なので旧約聖書の律法にはこのように書かれています。申命記の23章3節。モアブ人は主の集会に加わってはならない。その10代目の子孫でさえ決して主の集会に入ることはできない。 And this girl, Ruth, is a Moabite. そしてこの先ほど書かれていたルツというのはこのモアブ人なんです。 And Matthew says, I want to put her in this genealogy. マタイは彼女をも家系図に加えたんですね。 And that way, everybody knows that the line of this Messiah who is to save the world, he actually also comes from Moabite blood. そうすることによってこの世を救う救い主が来た時に彼の中にはこのモアブ人の血も入っているってことがわかるだろう。 One more example from the genealogy is in verse 6. そしてさらにもう一つの例がここにあります。 It says, David fathered Solomon by Uriah's wife. ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。What was Uriah's wife's name? Do you remember? ウリアの妻の名前を覚えていらっしゃいますか？ What was it? Bathsheba. バテシェバですね。 Matthew doesn't even mention her name. He just says Uriah's wife. でマタイはこのバテシェバっていう言葉名前は使わずにウリアの妻というふうに言ってるん And ですけ I れども think he wants to make sure everybody remembers the scandal that happened between King David and Bathsheba. きっとこれはマタイがすべての人にダビデが犯したバテシェバとの不倫のこの罪を思い出してほしいと思って David committed adultery with Bathsheba and then had her husband Uriah killed. ダビデはこのバテシェバと不倫の罪を犯しこの彼女の夫であるウリアを殺しました。 Uriah was a Hittite, which means Bathsheba by marriage was also pagan. でこのウリアというのはヒッタイト人でした。なのでウリアと結婚したバテシェバもこの婚姻によってイスラエル人ではなくなって異邦人となったんですね。 So Matthew, the Gospel of Matthew, he's sitting down and he's going to write a story about King Jesus, and the first thing he does is write a genealogy. なのでマタイはこのイエス・キリスト王である主イエス・キリストを書くときにこの家系図から始めていったんです。 And that's a great thing to do. It's what people would have thought and expected him to do. でこれは家系図から始めること自体は人々がこの時代に当然期待する、想定内のことだったんですけれども But he begins putting into that genealogy the names of people that you would think don't belong. けれども彼はその中に本来ならそこにないはずの名前を加えていったんです。 Women and pagans and scandals and Moabites. 女性、そして異邦人、スキャンダルにあった人、そしてまたモアブ人。 And I bet some people were thinking, Matthew, don't you know, don't you understand what a genealogy is supposed to do? It's supposed to tell you about who this guy is, and you're including all of these kind of people. 人々はこう思うでしょう。また一体自分が何をしているのか分かっているのか。この家系図というのはそれによって紹介される人がどういう人かっていうのを語るものだろ
何をしてるんだ I think Matthew knows exactly what he is doing. けれどもマタイは自分がしていることを本当によく分かっていたと思うんです。 At the very beginning of this gospel, he's saying, I want to introduce you all to this coming King Jesus. マタイは彼の福音書の一番初めでこれから私はこの私たちの王イエスを紹介しますというふうに言っています。 But Jesus is going to identify with, and he is going to love, and he's going to make part of his family, the people that you may not think he would. けれどもこの神であるそして王であるイエスこの方がその血脈によって立てられるアイデンティティそしてまた彼が愛するであろう人々そして彼が自分の家族として招き入れる人々はもしかしたらあなたが期待しているのとは違うかもしれない。 Matthew's saying Jesus is the Savior, and he is coming, and he will welcome into his family anybody. このイエス・キリストという方は救い主でありそして私たちのところに来てくださってそしてあなたたちすべての人をその家族に歓迎してくださる。 Because even in that line, even in that genealogical line, there are Hittites and Moabites and Canaanites. なぜならもう彼のこの家系図の中にすでにモアブ人がいてヒッタイト人がいてそしてカナン人がいる。 From the very beginning, as we start this Gospel of Matthew, I want us to know that the Gospel of Jesus is for anybody and everybody. このマタイの福音書のシリーズを始めるにあたってまず皆さんに知っていただきたいのはこのイエス・キリストの福音というのはすべてのあらゆる人々のためのものであるということです。 Japanese, American, 日本 Chinese, 人にもアメリカ Filipino, 人にも Brazilian, 中国人にもフィリピン人にもそしてブラジル人にも rich people, poor people, 豊かな人にも貧しい人にも those who are educated and not educated, 教養が高い人もそうじゃない人も men and women, 男性も女性も respected or not respected, 尊敬されている人もそうでない人も people with good families and people with not good families. すごい家柄のいいところから来た人もそうでない人も Anybody. 誰でも And so never think, I could not be a Christian because I'm not the right kind of person. ですからどうか自分は正しいふさわしい人じゃないからクリスチャンにはなれないなんて思わないでくだ Or さい。 I'm not good enough. 自分がそうクリスチャンになるほどいい人じゃないなんて思 I'm わない not でく from だ the さい right。place. 自分が正しいところから来てないなんて思わないでください。 Or I could never be a Christian because I'm Japanese. 私は日本人だからクリスチャンにはなれない。そんなふうに思わないでく And ださい。 Jesus would say, I'm here for everybody. イエス様は私はすべての人のためにみんなのためにここにいるんだというふうに And 言 there って is います。 nobody on earth, not one person that I don't love and care for and want to rescue. そしてこの地上の中で私が愛さない人、私が心配しない人、私が救いたいと思わない人は一人もいないと言っています。 In fact, one of the ways that Jesus was, people called Jesus a friend of sinners. 事実、イエス・キリストは地上にいたときに罪人たちの友と呼ばれました。And I just hope that that's the kind of church that we can be at Mustard Seed Christian Church. そしてそれこそが私たちこのマスタードシードクリスチャン教会がこうでありたいと思う姿です。A church that welcomes everybody, この教会はすべての人を歓迎する教会でありたいと思います。 no matter where you're from, あなたがどこから来ようとも、 no matter what your history is. あなたの今までの人生が歴史がどんなものであろうとも、 And not just if you know about Jesus, not if you know the right things to say, but we want to welcome into our community here everybody from all over the world who live in this city. イエス・キリストを知っている人、信じている人、それだけではなくて、正しいことをしている人、そういう人だけではなくて、すべての人を、この町に住んでいるすべての人を私たちはここに招きたいと思っています。 Because as we begin this study of Matthew, we're going to find this Jesus who loves to be around people who are far from God. なぜなら私たちはこのマタイの福音書を学んでいく中で、イエス・キリストは神から最も遠いと思われていた人たちといつも共にいたということを一緒に学んでいきたいからです。 And it's something that even I want to grow in myself. そしてこれは私自身が自分の信仰の中で成長していきたいエリアでもあります。 It is really easy for me to be around the people that I like to be around. なぜなら私自身、私がいつも一緒にいたいと思う人たちと一緒にいることあまりにも楽だからです。 It's easy for me to be around the people that I like. 私が好きだ、
私が好ましいと思う人たちと一緒にいるのはとても楽です。when all around us in this city there are people who are far from God. けれどもそれに対してこの町にはたくさんの神様から遠く離れた人たちがいます。 And that's why we're here as a church, to reach out to those people. だからこそ私たちは教会としてそのような人たちに手を伸ばすためにここにいるんです。 For us to grow and to be like Jesus ourselves. 私たちが神様にあって成長してイエス様みたいになる、そのために。 And so, how is your heart for people who are far away from God? 皆さん自身の神様から遠く離れている人たちに対するその心ってどんな感じでしょうか。 I think, who are the people who are far from God that you're praying for? 神様から離れている人たちであなたがその人たちのために祈っている、そういう方はいらっしゃいますか。 I want us all to grow in this. And I know many of you are doing this in a great way, but to be able to pray, God, how could you use my life to reach and to impact people who are far from you? もうぜひ本当に自分の祈りの中で神様どうか私をあなたから遠く離れている人に届いて、そして彼らにインパクトを与えるために使ってください。そのように祈っていますか。 And it's a great time to do it. Next Sunday is our Christmas worship services. そして今この時期は本当にそれをするのにちょうどいい時ですよね。来週は私たちこの教会でクリスマスの日曜日の礼拝を持ちます。 Often in Japan, if people are ever going to go to a church, often it will be around Christmas time that they're more open to go. でこの日本においてもこう人々が教会に来るのにはやっぱりクリスマスが一番いいんですよね。このクリスマスっていう時なら教会に来てもいいかなって感じで人々の心がオープンになるんです。 If you've been waiting for a good time or a good excuse to invite your friend or your neighbor or the person you know to church, this upcoming Sunday would be a great time to do it. なのでもし皆さんが自分のお友達や自分が祈っている人たちを教会に誘いたい、でもそのチャンスを待っている、そういう状態だったらこのクリスマスこそそれに最もふさわしい時期だと思います。 And so be praying about who you could talk with and who you might be able to invite to Christmas services next week. ですからぜひ祈ってください。誰に声をかけてこのクリスマスの礼拝に誘うことができるか。 We mentioned this last week, but we have new even invitation cards to the church, just the size of a business card that has just where our church is, where we meet. We have some on the table right outside these doors. Feel free to take as many as you like. で先週も少しお話ししましたけれども、新しい教会のインビテーションカードを作成しました。でこの名刺サイズのカードの中に私たちの住所とかどうやって行くかとかが書いてあります。フロントのデスクにありますので、好きなだけ持っていってぜひ皆さん友達に配ってください。 Mike, you can have this one and マイクさんどうぞ一つ。 get rid of that this week. Next week, actually, next Sunday, we have two services I want to let you guys know about. We have one service that starts at the normal time, like it does today, 11:15. But we also have a second service that starts at 4 p.m. で来週はクリスマスの礼拝です。この先週も言いましたけれども、このクリスマスには2回礼拝をしたいと思います。1つ目の礼拝はいつもと同じように11時15分から行いますけれども、2回目の礼拝は午後4時から行います。 It'll be the same service both in the morning and the afternoon, so you only need to come to one of them. You can come to both if you want to, but you only have to come to one of them. でこの2つの礼拝の内容は全く同じものとなりますので、両方に来る必要はなくてどちらかに出席していただければ大丈夫なんですけど、もちろん両方来ても大丈夫 But です。 look forward to celebrating the birth of Jesus as a church family next week. この教会の家族としてイエス・キリストの誕生を一緒に祝うことができることを楽しみにしています。In closing today is a Sunday where we get to celebrate communion together as a church. この礼拝を閉じるにあたり、この第3日曜日というのは私たち教会として生産式を共に祝う日となっています。 And as we take communion today, remember that as we study about Jesus in Matthew, Jesus is somebody who has come for all of us. そしてこのコミュニオンを私たちがいただくにあたり、このマタイで先ほど学んだイエス・キリストは私たちすべての人のために来たということを思い越したいと思い In ます。 fact, at the end of the Gospel of Matthew, we read that when Jesus was before he was crucified, that the soldiers took a scarlet robe and they put it on Jesus, and they took a crown of thorns and they put it on his head. このマタイの福音書の最後のところでイエス・キリストが十字架にかかる直前、兵士たちはイエスに真紅の真っ赤なマント、ローブを着させて、そして茨で作った冠を頭にかぶせる、そういうシーンが書かれています。 And I think it is some symbolic imagery that shows from the very beginning God has been writing a story to rescue his people.
そしてこれは神様が本当にその歴史の初めから人々を救うために描いてきたこの物語の続き、この本当に一つの大きな物語だと思うんです。And so during communion today, if you are a baptized Christian, when the music starts, I want to encourage you to get up and to take a piece of bread from one of the tables around and take a cup, and you can take it back to your seats. なのでこの後に、音楽が奏でられますので、その間に洗礼を受けたクリスチャンの皆さんはどうぞ前にある、あと後ろにもあるコミュニオンのパンとブドウ酒をそれぞれ持っていってください。And thank God that Jesus came to be a friend of sinners, and even to you. そしてぜひご一緒に皆さんで神様に感謝しましょう。イエス様が私たち罪人のために来てくださったこと、 Thank God that Jesus came. そして本当にイエス様ご自身が来てくださったことに感謝しましょう。 And remember that He's going to come again. そしてまたイエス・キリストがいつの日かまた来てくださることを思い起こしましょう。 Thank God for the forgiveness that is available to you through the death and resurrection of Jesus. そして神様にこのイエス・キリストの十字架の死とそして復活によって私たちに罪の許しが与えられることを感謝しましょう。 And if you're not a Christian, I understand how this may sound and look a little bit strange. でもしクリスチャンじゃない方いらっしゃいましたら、これはちょっと変に感じられるかもしれません。 That's okay. でも大丈夫です。During this time, while we partake of communion, my encouragement to you would be, instead of getting up and getting a piece of bread that you don't even understand what we're doing, and instead of doing that, could you please stay in your seats and think about the very things that we're talking about today? なのでクリスチャンじゃない方はどうか私たちがこの生産式をやっている間にどうぞ席に座ってパンとブドウ液を取りに行くのではなくて、お席についたままでこれが自分にとってどんな意味があるんだろうということを考えてみてほしいと思います。 And I want you to consider if perhaps one day, if not even today, you yourself could trust in and believe in the person and the work of Jesus. そしていつの日にかあなた自身がこのイエス・キリストという人がしたこと、言ったこと、そして彼に自分の信頼を置けるかどうか、そのことについて考えていただきたいと思います。 Let's pray. お祈りしましょう。 God, as we begin today a new study going through the Gospel of Matthew, I pray that we would encounter a Jesus, the King of the universe that has come for everybody. 神様、この新しいシリーズ、マタイの福音書のシリーズを感謝します。どうぞこのシリーズを通して私たちが改めて私たちの王であり主であるイエス・キリスト、この世の中を救いに来られた方が私たちすべての人のためであるということを学ぶことができますように。 God, I thank you that you are real and that from the very beginning of creation, from the very beginning of history, you have been writing a story to rescue and to redeem us and everybody and all of creation. そして神様、本当にあなたが真実、現実のお方で、そしてこの歴史の初めからずっと今に至るまでこの救いの物語を、私たち一人一人を、そして全ての被造物を救うこの救いの物語を書いてくださったことを感謝します。 And God, I thank you that part of that story is the coming of your son Jesus into the world 2,000 years ago. そしてこの救いの物語の本当に一つの場面として2000年前にイエス・キリスト、神の子が私たちのためにこの地上に来てくださったことを感謝します。 Thank you that he is a friend of sinners. 彼が罪人の友であったことを感謝します。 Thank you that he is available to every single person. そして彼が私たち本当に一人一人に与えられていることに心から感謝します。 God, during this time of communion, help us remember the death and the resurrection of Jesus. どうかこの生産式の時間に主イエスキリストの死とそして復活を思い起こさせてください。 I pray, God, that we would take it together as a community and faith and remembrance of who you are. 私たちがコミュニティとしてこの生産に預かり、そしてあなたがどんな方であるかを本当に思い起こすことができますように。 God, we take it in celebration and also remembering that one day, just as you came before, God, that you will one day come again. そして主よ、どうか私たちがこの時間を本当にあなたを思い起こす時とするとともに、それを祝う時とするとともに、またあなたがいつの日か来られることを期待し待つその時となりますように。 In Jesus' name we pray. イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。